スショットだ、鴻上の旦那。いやいや、俺は何にもしてねえんだけどさ。止血はしたから、あとは病院へ。ありがとう。どうしてくれ。見返りを期待してやったことじゃない。やりたいからやっただけだ。すいません。なんだい、お嬢さん。私の先生になってもらえませんか？この飯食ったらもう二度と俺に近づくんじゃない。嫌です。あなたはとても強い人。私の先生にぴったりです。勝手に決めるな。私の家族は目の前で武装ゲリラに殺されました。敵討ちのために戦う方法を教えてください。戦う方法、それは人殺しの方法ってことだ。お前に殺せるのか。やります。頑張ります。頑張りますって。あなた日本人ですよね。日本ではこういう時、義理人情に勇気ありと言いますよね。間違えてる。義を見てせざるは言うなきなりだよ。まあどっちみち私は親の敵を探して戦います。その時あなたが戦い方を教えてくれていた時とそうでなかった時、どっちが生き残る可能性は高いでしょうか？お前交渉がうまいな。じゃあくまで身を守る術としてという条件付きでだ。俺は復讐なんて命を懸けるほどの価値はないと思ってる。復讐の価値についてはもっと強くなってから考えます。先生。先生と呼ぶな。俺のことは普通に鴻上と呼べ。で、お前の名前は？天神。まずは宿を探さなきゃな。泊まるところはあるよ。何？それにしてもすっかり大きくなったな、天神。金霊おじさんは老けましたね。うるさいな。こう見えてもまだ36だぞ。あんたが天神の先生になる鴻上さんか？ああ。話は聞いてる。他の避難民が言ってたよ。武装ゲリラから助けてくれた日本人がいたってね。あんた傭兵にしちゃ珍しくまともみたいだな。そりゃあどうもまともでありたいとは常に思ってるよ。実は天神の父親は日本人でね、技術支援でこの国に来ていた時、私の姉と知り合って結婚したんだ。姉夫婦と天神の兄弟が殺されたのはあの子が6歳の時だった。あの子の復讐の件だが。大丈夫だ。身を守る方法を教えるだけだ。そうか、ありがとう。どう？うまいもんでしょ。あの家だ。住民がいなくなって今は同盟王国軍が管理してる。しばらく自由に使っていい。ありがとうございます。ところでこの辺りでタバコが買える店知らないか？悪いな。同盟王国は昔から禁煙の国でね。代わりにこれでも噛むか？ありがとう。
やっぱり教師にするなら金麗の方が良くないか。そのつもりでバスに乗ったんだろう。同盟王国は今大変なの。金麗おじさんも本当は事務職だったのに無理やり前線に回されたんです。そりゃ気の毒に。それは拳銃？ああ、いろいろと訳ありの銃でな。ねえ、ん？人を撃つってどんな気持ち？人による。だが一度撃てばもう二度と人を殺す前の自分には戻れない。背負った罪は時間が経てば経つほど重くなる。最初は平気でもな。私にはよくわからない。ところで何か用か？この本なんだけど。恩衆の彼方に。父の遺品の一つで、たまたまこれだけ持ってたの。でも日本語がうまく読めなくて。もちろん教えてやる。ありがとう。まったく、俺は子供に何言ってんだか。父さん。全員だ。眠れないのか？嫌な夢を見て。嫌な夢？鴻上は少しだけ私の父に似てる。そうなのか。父はよく言ってた。見返りを期待して行動してはいけないって。たとえ自分の損になってもやりたいことをして後悔のないように。いいお父さんだったんだな。うん。それは彼らが江戸を出てから3年目になる春の頃であった。参勤交代の北国大名の行列が2つばかり続いて通ったため、木曽街道の宿塾は近頃になくにぎわった。参勤交代って？自分の生まれ故郷と首都を往復する侍パレードのことだ。へえ、確かに賑やかそう。やっぱり日本語の本は難しいね。いや、天神は物覚えがいい。恩衆の彼方には短編だから、この調子だとあと10日もすれば読み終えるんじゃないか。この物語、主人公の一九郎は自分の主人を殺して逃げてるんですね。しかも盗賊になってたくさんの人を殺して。まあろくでなしだな。一九郎はこの後どうなるの？それは自分で読むんだな。なんだいあんた、この家に用か？はじめまして、鴻上信也。追っ手か？俺を殺すのか？逮捕。日本国外務省行動課特別補佐花城フレデリカよ。
ここには日本機民の調査で来たの。外務省の花城さんね。逃亡執行官鴻上信也がいると聞いて、ついでに有名人の顔を見ておこうと思ってね。処分や逮捕は私の仕事じゃない。もしかしてあなた日本機民？はい、そうです。結構です。私は日本に行くつもりはありません。家族が愛したのはこの国だから。鴻上いるか？誰だこの美人は。あら、嬉しい。日本の役人だそうだ。気にするな。それでどうした？まずいんだ。補給部隊が南のレドゥン駅で襲われてる。俺にどうしろと？頼む、手を貸してくれ。補給部隊がやられたらこのレジムチュゾムでも餓死者が出る。殺しはなしだ。それなら引き受ける。それでいい。行くなら同盟王国軍のオンボロより私の 4WD の方が早い。分かった。運転を頼む。私も。バカ野郎、ダメに決まってるだろ。助けて！お前どうしてここに？バカ！無茶しちゃダメ！お前、お子様連れでやってるのか？私は子供じゃありません！つけたってな。鴻上、お前は本当に変なやつだな。どういうわけか、そんな風にしかやっていけないんだよ。まああれだ。俺から言えるのは、とにかく無駄死にはするなってことだ。俺もお前も生きにくい世の中になっちまった。いい！似合ってるよ、鴻上！そんなことより稽古を始めるぞ。はい。その服似合ってるけど、あなたここに永住する気？まあそれもいいかもな。そんなことより、あんた本当にこの家に寝泊まりする気なのか？客室が余ってるじゃない。それにこの家は政府の管理下。いちいちあなたの許可は必要ないわ。そりゃそうだが。君は悪霊に取りつかれている。この王国の西の方ではね、死者を葬るとき、死体の腰の骨を斧で折るんだそうだ。死者はこの世に未練がある場合、ロロンという悪霊になってしまう。それを防ぐために骨を折るんだとか。悪霊とは過去のことだ。未来からやってくる悪霊はいない。君は復讐を望んだ。それは死者のために生きるという選択だ。そして君は復讐を果たし、
日本にいられなくなった。僕を殺したために生きている君が振り回されている。死んだ人間に支配されて生きること、それはつまり悪霊に取りつかれているということ。過去が全て悪霊ってわけじゃないだろう。そうだね、鴻上信也。鴻上、おじさんは手続きにもう少し時間がかかるみたい。そうか。どうしたの？ぼんやりして。いや、なんでもない。王国政府の要請を受けた停戦監視団は現在衝突を繰り返している各武装勢力との交渉を開始しました。鴻上は日本で何か悪いことをしたの？したわ。それはどんな？一言で言うと復讐よ。復讐して鴻上は？全てを失った。多分得たものは何もない。最後に残った自分の居場所よりも鴻上は復讐を優先した。そして目指す場所のない旅が始まったの。旅で覚えた料理だからな。味の保証はしないぞ。あら、いちいちそういう予防線を張るのはあまり潔くないわよ。うるさい。黙って食え。巳之助は多年の恩敵が農中のネズミのごとく目の前に置かれてあるのを喜んだ。たとえその下に使われる石工が幾人いようとも切り殺すには何のあるべきと勇み立った。悪人のはずの一九郎が悔い改めて僧侶となり険しい山にトンネルを掘り始める。そうだ。そこに一九郎に父を殺された巳之助がやってくる。巳之助は一九郎を殺せない。父の遺品がこの本だったことに何か意味があるのかな。俺は昔刑事だった。職業柄偶然って言葉が好きじゃないんだが、もし偶然に意味があるように感じたのなら、それは運命ってことにしておかないか。運命？鴻上は日本で復讐をしたのね。ああ、そうだ。復讐をしたよ。それなのに私が戦場に出ようとすると嫌がる。銃の撃ち方だって教えてくれない。お前にはまだ撃つ覚悟も撃たれる覚悟もできていない。できてるよ。嘘をつくな。とにかくまだしばらくは訓練だ。今日はもう寝ろ。歯磨き忘れんなよ。うん。日本を出てアジアを転々としていた。シーアンのことはあんたも知ってるんだろ？ええ。あの後もどこへ行っても同じだった。戦いの連続で道具として歓迎され、俺はその扱いを受け入れた。でも天神を訓練し始めて気づいた。この子には俺のようになってほしくないと。このままじゃいけないと久しぶりに思ったよ。昔から言うでしょ。花は根に、鳥は古巣にって。あなたの感覚は正しい。
そうは言われても、俺は日本に戻れば殺されるんだぜ。いずれ状況は変わるかもしれない。外務省が変えるのか、それとも別にいい。ただ適当なことを言って天神を惑わすのはやめろ。何の話？日本機民の調査、そんなものは表向きの口実に過ぎないだろ。別の目的のために動いてる。嫌な匂い。悪いな。心理学的にヘビースモーカーの男性は幼少期に母親からの過剰な愛情を受けた可能性が高い。あるいは逆に孤独が強すぎたか。俺をカウンセリングしてくれるのか？どういう根拠で？ノンバーバルコミュニケーション。人間は言語以外にも様々なサインを発している。母親と聞いた瞬間、あなたは眉間にシワを寄せた。孤独と言った時には元に戻っていた。もしかしてそれは罪悪感？日本に置き去りにした母親が心配？少しは自分の身勝手な行動を反省しているとか？驚いたな。昔私も絵画教室の受講生だったの。実はね、私つい最近まで刑事課一係で監視官補佐として働いていたの。何？外務省から公安局への出向。刑事課一係、あそこはただ優秀なだけじゃない。監視官と執行官の壁を越えた珍しいほどのチームワーク、そして修羅場を抜けた人間特有の凄みを感じたわ。常森茜の影響だろう。あいつの人柄っていうのかな。あれがいいデカを集めるんだ。みんな元気よ。それを聞くとすごく安心するが、あいつらの方はもう俺のことなんか忘れようとしているかもな。どうしてそんな風に考えるの？それはあなたの願望でしょ。あなたが忘れてほしいんでしょ。みんなに忘れてもらえれば少しは自分の気持ちが楽になるから。きついね、あんた。よく言われるわ。昨日深夜に発生した爆発事件の続報です。死亡したのはツロンフィのリーダー他8名。未だ詳しいことは判明しておりませんが、現在進んでいる和平交渉に影響が出るのは確実です。おじさん。来たか。って天神も？はい、少しでも2人のサポートをしたくって。直接警備の仕事に就くわけじゃない。ちょっと忘れ物があるんで取ってきてもいい？ああ。私もみんなを守る。この様子だと長引きそうだな。停戦交渉が終わるまでは訓練も一休みだね。悪いな。だが間違いなくこの国のためになる。ねえ、私にできることはある？腹が減ったよ。何でもいいから買ってきてくれ。金は出すから。鴻上は？なら俺も同じものを。分かった。じゃあすぐに戻るね。どうだい、あいつ才能あるかな？兵士としての？ああ、ない方がいい。そうだな。俺はあの子に復讐なんてやってほしくない。同感だ。俺のようになったら終わりだからな。そんな。人を殺していると慣れてくるんだ。そのうち何のために自分が生きているのかもよくわからなくなってくる。鴻上。これいくら4つで200ニュルダムだよ。どうも。
どれにしようかな。同盟王国から成功報酬として領地をもらえるんだろう。そこに俺たちの城を建てろ。裏の仕事じゃ俺の顔を見た人間は全て殺してきた。だからバレっこねえ。あいつが私の家族を。どうしてこの恩を私に残したの？一度撃てばもう二度と人を殺す前の自分には戻れない。なんだと？いいか、そんな生意気な。短期は損気だぞ。じゃあ女の子。ええ、このぐらいの背丈で。悪いが見てないね。キンレイ！天智、何があった？神、家族の仇を見つけたの。何？カルシアが仲間にやらせてた。おい、どうした？早く車を。わかった、待ってろ。病院へすぐに運んだ方が良かったんじゃないか？状況を把握するまで迂闊に動かない方がいい。ここもすぐに引き払うぞ。カルシアは火付けと火消し、自分たちをそう呼んでた。無理して喋るな。チロンフィのボスを殺したのもガルシア。私撃とうと思ったけどダメで。もういい、喋るな天智。お願い、私のことで交渉を止めないで。ガルシアは悪いやつ。でも停戦交渉は本物よ。たとえ偽物の平和でも争うよりきっと価値があるよね、先生。そうだな、お前の言う通りだ。セリンか。一体何がどうなってるんだよ。あんたがチロンフィのボスを殺したテロリストだと？お前はそう思うのか？もしそう思ってたら一人で来やしないって言ったんだ。分かった。近くの病院は追っ手がいるはずだ。南部の町へ行こう。時間が不安だが。私が飛ばすわ。案内して。鴻上、あなたは？俺が一緒だと目立つ。ここに残って敵の様子を伺う。分かった。鴻上、あとは任せろ。
ガルシアのやり方は典型的なマッチポンプ。自分たちで紛争を起こし、自分たちで解決する。そして依頼主から絞り取るだけ絞り取る。それは見覚えがあるようだな。俺もだよ。俺は何も知らなかったんだ。そりゃそうさ。悪人役と善人役をはっきり分けて。秘密が漏れないようにしたんだ。うまいやり方だぜ。手術はうまくいったよ。だが予断を許さない状況だ。ああ、分かった。金霊はそのまま天神についていてくれ。頼むぞ。それでどうするの？天神は俺のせいで死にかけた。つまり？責任を取る。でもあなた天神との約束は？もちろん守る。停戦交渉が終わるまでは手は出さない。ところで日本機民の調査ってのは建前だよな。今さらね。そのことをどうこう咎める気はないんだ。ただ何か使えるリソースはないか。手伝う理由がないわと言いたいところだけど、そこは取引ね。鴻上信也、この件が終わったら私の仕事をいくつか手伝ってほしいの。分かった、やろう。ちょっと安請け合いはやめてよ。安請け合いじゃない。あの男を仕留められるならどんな取引に乗ってもいい。 OK、 取引成立よ。この国の人々にとって死ぬことは輪廻の一部でしかない。キリスト教ならば死は贖罪の一部だ。鴻上信也、もしかして悪霊は君自身なんじゃないか。自分が死んだことにも気づかず現世をさまよい戦いの地獄に落ちてゆく。いや、俺はそうはならない。牧島、ターゲットを確認。衝撃に備えて。なんだ。鴻上、殺せ。頼む。俺はあんたを許せない。ガルシア。ずいぶん面倒なことをしてたもんだな。普通に盗賊団になればよかっただろう。傭兵も盗賊も自分だけで物を生産する能力はない。奪い続けるだけではな。限界が来るんだ。自分勝手な言い分だな。来いよ鴻上。部下
腹を食わせるってことの重さが独り身のお前には分からんのだろうな。お前の人生は他人の人生を背負ったことのない奴の生き方だ。ああ、その通りだ。俺たちはただ居場所が欲しかった。それだけだ。ふざけるな。天神からだ。ナイフは返したぞ。なあ、前に途中で終わった小話。雨の中で踊る男。はあ。オチがずっと気になってたんだが。ある雨の日だ。一人の男が傘もささずに大通りで踊ってる。そりゃ見事なダンスで、見物人はやんやの喝采よ。そこに居合わせた俺は踊る男に話しかけた。どうしてわざわざ雨の中で踊るんだい？そしたらそいつはこう答えた。実はさっき小便を漏らしてね、ズボンが濡れたのをごまかすためにやってるんだ。部隊を受け継いだツェリン氏は犯人を日本人の傭兵鴻上信也と断定し、賞金をかけることを発表しました。鴻上信也はツィロンフィのリーダーを暗殺した件でも鴻上が。そうでもしなきゃ停戦交渉はおじゃんだ。誰かが悪役を引き受ける物語が必要だった。本当バカな人ですよ、先生。俺が頼んだことだ。これでいいんだよ。ああ、じゃあな、セリン。あなた少し変わったわね。そうか。世界の形はそう簡単に変わらない。だから自分が成長せねばならない。過去と完全に決着をつけないまま世界をさまよったところで前に進むことはない。過去との決着か。俺はシビラシステムと相性が悪い。システムを憎んでいると言ってもいいほどだ。あら、シビラシステムの下で暮らしている人々も憎い？まさか。あなたには救える人がいる。やることがある。本当にいいのね？ああ。日本に帰ろう。